皆さんこんにちは。まだまだロンドンはロックダウンは続いています。今日の週末はちょっと曇り目でした。ロンドンの北西に流れているキャナル沿いに今日の週末はお散歩をしてみました。どうぞお楽しみください。運河とは人工的に作られた水の経路です。世界で最初に作られた運河は中国と中東にあるとされており、その起源は紀元前221年まで遡るとされています。人工的に作られることで運河は直線上に流れることが可能になり、そのことで運搬に有効に利用され、2つの都市を結ぶ経路として利用されてきました。地上の道路のネットワークが完全に作り上げられる以前までは、運河を利用した水上のグッズの運搬や人々の交通手段が最も効率が良いものとされてきました。イギリスの The Grand Union Canal はいくつかに分岐しており、最も主要な運河はロンドンとバーミンガムを結んでいます。その長さは220キロにまで及び、西ロンドンにあるブレントフォードのテムズ川に最終的につながっています。
グランドユニオンキャナルは初期はグランドジャンクションと呼ばれており、1773年から1805年にかけて作られました。18世紀後半にはウェストボーンとパディントンの地帯はまだ村でしたが、運河の発達とともに急速に発展を遂げました。The Grand Junction はミネラル、建材、木材、食材を運搬するのに活用されました。1929年に The Grand Junction は The Warwick Canal と The Regent's Canal と合流し Grand Union Canal と名付けられました。1820年頃のパディントン・ベイジンは誇りの鳩場と名付けられていました。当時ロンドンでの主流の運搬手法は馬での移動で、この馬から出る糞等の汚れが街中にたまり問題視されていました。1824年から正式な汚れ除去の恒例の契約が結ばれ、1836年にかけ道は定期的に現れました。1845年には The Grand Junction Canal Company と契約が交わされ、道から洗い流された汚れは運河経由で除去されるようになりました。このような画期的な改善運動にもかかわらず、この地域は未だにダストマンの家と呼ばれているそうです。
リージェントキャナルとグランドユニオンキャナルの交点はしばしばブローイングスプールと呼ばれています。この名前はイギリス詩人のロバート・ブローイングの名字から取られており、彼はこの地域に1862年から1887年にかけて住んでいました。彼はこの地域を初めてリトル・ベニスと呼んだことで知られています。